イラスト美術館へようこそ。私はガイドの椿と申します。当館はイラストレーター様の作品をオンラインで展示している美術館です。さて、本日は鳥橋伝様の作品、夕闇のようにをご紹介します。本作品の舞台は中世のファンタジーを意識されております。太陽が沈み月もまだ見えない夕闇の時刻。街は霧に包まれ夜も迫り、薄暗くなっていました。雲色も重くなる憂鬱な空を見上げれば、太陽とも月とも星とも言い難い。ぼんやりとした光が一つ。霧と雲に包まれた光に、よく目を凝らすと、それはどこかドラゴンのようなシルエットに見えます。見入ったように眺めていると、空から小さなかけらが二つ、静かに輝く鱗と、鈍く暗い鱗が落ちてきました。その鱗を家に持ち帰り観察していたところ、突然消えてしまい、ふと窓を見ると空には月が昇っています。翌朝、不思議なことにその鱗が再び姿を現しました。それを見て、昔々に聞いた。太陽と月の下では姿を現さない。ほのかに輝きながらも、闇をまとったようなドラゴンがいる。という話を思い出しました。太陽が照らす朝にこの鱗が再び姿を現したのは、昨晩、鱗の持ち主であるドラゴンが、月に照らされ一度消え、日も月も照らさない。人知れぬ住処に戻り眠りに入ったのでしょう。そしてまた日が暮れ始めると目覚め、日が落ち、月が照らすまでの、夕闇のわずかな時間、太陽と月の狭間に天を舞うのです。本作品のポイントは3点。シルエット、コントラスト、背景。上から順に解説をしていきます。まずは、シルエットについて。静寂な雰囲気でありながら、迫力を感じられるドラゴンにするために、動きは控えめにしつつ、どっしりとした体つき、大きな角や翼で、存在感のあるシルエットを意識されています。また、鱗も大きめにし、凹凸をつけられております。次に、コントラストについてです。薄闇の中でほのかに光るという表現にするため、ドラゴンの上半身は暖色、下半身は寒色という流れにし、色のコントラストに気を使われています。また、ドラゴンの上半身の黄色に対して、背景を黄色の補色である青紫にすることで、薄暗い背景の中でもドラゴンをはっきりと目立たせております。コントラストの調整については、他の方のイラストを入れたフォルダの中に、作業中のイラストを入れ、サムネイル表示したものを並べ比較し、その中で自分のイラストの視認性が悪いなと感じたら調整する工夫をされています。3つ目は、背景について。明るくない場所に現れるドラゴンのため、薄暗く霧のかかった背景にされております。また、霧は見栄えを良くしつつも、暗がりの憂鬱さとすぐ消えてしまう。このドラゴンには合うのでは、という考えから付けられております。建物については近世よりも、中世でファンタジー系を意識され、メインであるドラゴンの邪魔をしない程度に、シルエットを整えられております。では、ガイド椿から変わりまして、私、ゆりより作者様の思いをお伝えします。作品を描くに至った経緯。日が沈んだ後の夜が来る前の、物寂しい雰囲気が好きなので、その現象を創作のドラゴンに、落とし込みたいなと思いました。作品を見た方にどのように伝わってほしいのか。闇をまとう光を飲んだ闇のよう。ドラゴンという厳かな存在の中に、光と闇の狭間の儚さと美しさを感じていただければなと。最後に、僭越ながら、私たちが感じた本作の考察をお話しします。まず本作の設定やドラゴンの配色から思ったことは、このドラゴンは黄昏の化身かもしれないということです。過去に紹介したドラゴンのイラストでも、ドラゴンを自然の象徴として捉えるケースがありましたが、それに近しい何かを感じました。また、一方でこのドラゴンは闇をまとうと言われています。ですが黄昏、そしてドラゴンの配色は赤色。どちらかというと光よりですがなぜ闇なのでしょうか。私の中では中世という舞台が鍵だと思っています。中世におけるドラゴンは悪い象徴とされる部分がありました。ですので当時の人から見ての評価が、
ドラゴンイコール闇に見えただけで、本当のところ、そうではないのかもしれません。また、そのような歴史があったためにこのドラゴンは、少しの時間しか姿を現さなくなったとも考えられますね。なんて想像をしてしまいました。さて、私たちのお話は以上となりますが、ご来場された皆様はどう感じましたでしょうか？よければ皆様の思いも聞かせてくださいませ。それでは以上で、夕闇のようにのご紹介を終了したいと思います。鳥橋伝様、並びにご来館いただきました皆様方、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。またのご来館をお待ちしております。